こんにちは、グリプトです。本日も仮想通貨、ブロックチェーン界隈のグッドファンダからバッドファンダー、チャートなどまとめて見ていきたいと思います。まず ETF 関連から見ていきますと、昨日の米国のスポットビットコイン ETF のフローに関しては、現時点では全体でマイナス 2.1 億ドルの純流出となっています。ファンドごとでは、フィデリティのマイナス 1.4 億ドルが目立ちますね。で、イーサの方は全体でプラマイゼロあたり、ファンドごとを見ても、ゼロが目立つようになってきてまして、ほとんど動きがない状態となっています。で、一方、香港の方もビットコイン、イーサともにゼロと、全体を通して寂しい感じになってきてますね。ビットコインの価格は現在56,600ドルあたりを推移しております。昨日発表された注目指標の方では、米 ADP 雇用者数8月が予想の 14.7 万人に対して結果が 9.9 万人と、前回の 12.2 万人も 11.1 万人に下方修正となっています。で、その他、米新規失業保険申請件数、米 PMI8 月の確保値、ISM 非製造業景気指数はですね、予想よりも若干いい結果となってまして、回復が見られるんですけども、この ADP 雇用者数のインパクトが大きくてですね、米雇用悪化示唆、米景気後退懸念がさらに強まってまして、米ドル安、米金利は下落となってますけども、米株指数、市場全体が弱気になっている状態なのかなと思います。米国債金利は 3.731 を推移しておりまして、ナスダックが 18,930、S&P500 が 5,504、ダウ平均が 4755、キンゴールドが 2,514 ドル、日経平均が 36,696 円、ドル円が 143.26 円となっています。個別株の方では仮想通貨関連株も軒並み下がってるんですけども、コインベース株が159ドル台まで落ちてまして、今年2月の価格まで全もしてしまったのが一部で話題になっています。あと、ロビンフッドがカリフォルニアの司法省と和解してます。罰金390万ドルで和解と。で、これはロビンフッドの仮想通貨部門が2018年から2022年にかけて顧客の資産引き出しに応じなかったとして、カリフォルニア州の投資家保護法を遵守していなかったということで訴えられていました。で、それが今回和解となっています。仮想通貨関連株が軒並みマイナスの中ですね。ロビンフッドの株価はプラス 2.93% と単独で強くなっています。ビットコインの先物の方では、OI は全体でマイナス 1.72%、額としては292億ドル相当、比率として全体ではロングが 52.8%、バイナスミはロングが 75.0% と上利になっています。今後の指標としては、本日9月6日に米国統計8月、ユーロ実質 GDP、第2四半期確保値、9月9日に中国の PPI、CPI、ドイツの小売、米卸売在庫、7月の確保値、9月10日に英国の失業率、ドイツ、ノルウェーの CPI などが控えています。市場全体で見たら、今回の米 ADP 雇用者数の結果からですね、今晩の米雇用統計がまた悪いんじゃないかと、またブラックマンデーが再来するんじゃないかという話も出てまして、ビットコイン単体でもですね、そのビットコインの短期保有者が含み損を抱えている状態なんで、ここからさらに価格が下がるとなると、彼らが投げ売る可能性があると。またさらなる売り圧が警戒されてたり、費用ごとにですね、悲観的なムードが増していっている状態なのかなと思います。チャートだけ見たら、昨日から約2000ドル幅の下落となってまして、何度か耐えてる56,000の攻防となってますけども、これも今夜の雇用統計次第となると思いますが、ここを下抜けするとなると、また52,000コースも視野に入ってくる形になってますね。米雇用統計の発表は本日、日本時間9時半となってます。その時間帯にどのように動くのか注目ですね。あとはイーサーですね。イーサーの価格は現在2400ドル、BTC 建ては 0.0423 と、先物の方では OI は全体でプラス 0.34%、額としては104億ドル相当、比率としては全体ではロングが 55.0%、バイナンスミはロングが 77.0% と上入りになっています。アナリストらの見解ではですね、プルフ・オブ・ワーク移行後、弱くなったんじゃないかという見方も出てますけども、私が気になるのはですね、このリステーキングプロトコルのエーゲンレイヤーがエアドロップの第2弾を発表してまして、3月15日から8月15日までステークしていたホルダーに8600万エーゲンのエアドロップを発表してます。で、前回発表された4月の時はですね、そのイーサ ETF が控えてたり、イーサ自体にまだ若干上昇への期待があったんで、そこまで大きく捉える必要なかったと思うんですけど、今現段階だとですね、イーサ ETF の期待はもうほぼないですし、市場全体で見ても分かりやすいベア相場になってるんで、
これを機にですね、この A ゲンレアから撤退するステーカーが増えるんじゃないのかなと、若干ではありますけれども、間接的にイーサの売り圧力になるんじゃないかなと、個人的には思いました。で、A ゲンレアの TBL も現在112億ドルと、イーサのステーキングプロトコルの中ではですね、リドに次ぐ2位を未だキープしてるんですけども、最近の TBL の減り方が他と比べて大きく下がっています。今回のトークンクレームは9月17日を予定されてますけども、その後の動きも注視したいですね。イーサのチャートだけ見たら変わらず右肩下がりとなってまして、BTC 建てはそこを維持している状態です。これも今夜の雇用統計次第となってますけども、何度か耐えてる今年2月の底ですね。2200で耐えられるかどうか、上は再度2600の攻防に戻れるかどうかが焦点になると思います。イーサの今後にも注目ですね。あと、ここからその他の動向になります。トランプ氏の発言がまた話題になってますね。ニューヨークの演説でトランプはですね、未来の産業を攻撃するのではなく、アメリカを仮想通貨とビットコインの世界の中心地にするなど、我々は未来の産業を受け入れると、AI やハイテク関連の成長を後押しすると宣言しています。で、また政府効率委員会というのを設立して、その委員長にイーロン・マスクを指名するとも言ってますね。先日このトランプ氏とイーロン・マスク氏が X のスペースでですね、2時間くらい対談してたのを私も聞いてましたけど、そこからまた距離が近くなった印象ありますね。で、ただこのトランプ氏はですね、昨日も取り上げましたけど、ワールドリバティフィナンシャルの件で一部から不安の声も上がってるんで、まだ油断はできない状況となっています。世間ではですね、支持率でまた差が開いてるのが話題になってますけども、今後の進捗にも注目ですね。あとはテレグラムの CEO ドゥロフが一部の市場からの撤退を示唆したことも話題になっています。ドゥロフはですね、プライバシーとセキュリティの適切なバランスにおいて、ある国の規制当局と合意できないこともありますと、そのような場合、当社はその国から撤退する用意がありますと、これまで何度もそうしてきましたと。なぜなら当社は金銭目的でやっているわけではないからですと。当社は人々の基本的権利、特にこれらの権利が侵害されている場所で善をもたらし、人々の基本的権利を守るという意図に突き動かされていますと述べてます。で、これはテレグラムのことだと思うんですけど、等も影響しそうですよね。等の価格は現在 4.8 ドル、BTC 建てはプラス 7.9%、時価総額は11位です。他よりも強く反発してますけども、ドゥロフの逮捕後ですね、5.5 ドル台からさらに下がりましたね。ここからまた反転できるのか注目ですね。あとその他アルト関連では、ワールドコイン Tools for Humanity の CEO ブラニア氏の発言も話題になっています。KBW でブラニア氏はですね、PayPal や Facebook など過去数十年間に登場したサービスと同様に、それらは規模が拡大して初めて有用になると思いますと。現時点で私たちが重視しているのは、世界中での配信とサービスの拡大のみですと語ってます。最終的に Facebook 並みの規模を目指しているという発言が各所でピックアップされて注目されてますね。ワールドの価格は現在 1.3 ドル、BTC 建てはプラス 1.1%、時価総額は114位ですね。ワールドチェーンのリリースも注目されてますけども、こちらもここから反転できるのか注目ですね。あとはセレスティアが新たなロードマップを公開しています。主にブロックスペースを1ギガに拡張することで、クレカのビザ並みの決済スピード、オンチェーンゲームのスムーズな処理を実現するとのことで、その後が注目されています。ティアの価格は現在4ドル、BTC 建てはプラス 1.9%、時価総額は84位ですね。モジュラ系が話題になった後ですね、今年2月には20ドルをつけてますけども、今では上場後の底値近辺となってます。こちらもここから盛り返せるのか注目ですね。あとはフローがクレセンドアップグレードをメインネットでリリースしてます。EVM 交換が備わったことで、イーサ開発者がフローに参入できるようになったと、メタマスクなどのツールもですね、フロー上で動作できるようになったことで、サービス拡大を目指してますね。フローの価格現在 0.53 ドル、BTC 建てはマイナス 0.6%、時価総額は88位ですね。前回バブル時話題になった銘柄ですけども、現在では底根を張っている状態です。こちらも浮上できるのか注目ですね。あとはシンセティックスが OP スタックを利用した独自チェーンの立ち上げを発表しています。ガバナンスプロトコルのための中立的なハブとして機能することを目指しているとのことです。チェーンキットで簡単にチェーンが作れる時代ですから、ほとんどのところがチェーンを立ち上げている状態ですね。SNX は現在 1.28 ドル、BTC 建てはマイナス 3.4%、時価総額は140位ですね。こちらも前回バブル前からある DeFi プロトコルですけども、
ここから反転できるのか注目ですね。あとその他リリース、資金調達関連では、Web3 ゲームプラットフォームと呼ばれているバランスを開発しているイーパルが3000万ドル調達、電子タバコで稼ぐプロジェクト、パフパウが600万ドル調達、ビットコイン系 DeFi の DeFi ゴールドが222万ドル調達、ブロックストリームマイニングがハッシュレートに裏付けされたトークン BMN2 を発表しています。これらの今後にも注目ですね。今日はこのところですが何かありましたらコメントいただけるとありがたいです。よければチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。